こんにちは。アクアリウム YouTube 界の底辺、黄昏です。皆さん、この水槽を覚えてますか？実はこれ、僕が動画投稿を始めるきっかけになった6月2日に立ち上げた新しい水槽なんです。もうかれこれ2ヶ月経ちましたが、最近ほとんど動画で触れてなかったんですけど、もうそれは大きな変化がありましたので報告させてもらいます。見てください、こののびのびとした苔水槽。気鉱石が真緑に染まってますね。僕、苔育成には定評があるんですよ。キューバパールグラスはカレー、南米ウィローモスはカレー、ストロギネレペンス、エキノドルステネルスも苔まみれです。あのロタラでさえ茎だけになって黄色く変色してしまいました。どうしてこんなに変わってしまったのかというと、実は前回導入した苔取り生態が原因でした。この美味しそうに何かを食べてるこの人、サイアミーズフライングフォックスです。まず最初に狙われたのがウィローモスです。なんかよくウィローモスのあたりをパクパクしてるなとは思ってたんですけど、こんなに綺麗さっぱりにしてくれました。ロタラもその勢いで茎だけになりました。最初のうちは以前悩まされていた糸状苔が綺麗さっぱりなくなってよかったとかのんきなこと言ってたんですけど、もう一気にこのありさまですよ。気づいた時点ですぐ捕獲したかったんですけど、もうこの人たちマジで一回入れたら捕獲するの難しいです。レイアウト水槽は流木とか水草の茂みとかいっぱいあると思うんで、そこにシャッと隠れちゃうんですよね。警戒心も強くて目で追うのがやっとな速さで隠れます。で、僕の水槽は特にひどくて、冒頭でもお見せした通り流木がめちゃくちゃあるんですよ。で、固定も甘いんで毎日の水替えですら慎重にやらないとレイアウトが崩れるレベルでメンテナンス性最悪なんで、サイアミーズフライングフォックスを捕まえるなんてのはもってのほかでした。餌を与えて水草の食害を抑えようと思ったんですけど、後のお祭りでした。というわけで流木を取っ払って3匹いたサイアミーズフライングフォックスを捕まえて他の水槽に移しました。もうこの前買ったばっかりなのでめちゃくちゃでかくなってましたからね。どんだけ水草食ってんだよって話ですよ。で、取り出した流木は表面の苔と腐ったウィローモスをブラシで落として水を張ったバケツに沈めてます。もうメンテナンス性も悪くなるんでしばらくは流木は設置しないようにする予定です。それから少し挽回するためにロタラをトリミングして様子を見てました。よく見てもらったらわかるんですけど、トリミングしたところからこんな感じで新芽が出てるんで、まだ生きてはいるみたいです。なんですけど、一度水草の勢いがなくなって苔の勢力がどんどん拡大していったんで、もうこのロタラ自体が苔の原因にもなるかなと思って、もう思い切って全ての水草を抜くことに決めました。それに合わせてまたお得意のフリマアプリで水草を買いました。どんだけ買うんだよって話ですよね。で、ロタラグリーンとロタラ SP ハラです。この量で合わせて2000円ぐらいと格安で手に入れました。で、ロタラグリーンが150本でロタラ SP ハラは100本ありました。で、長さも結構あったんでこんな感じで半分ぐらいに切って長さ合わせて量も2倍になりました。とりあえず水草の準備は完了したんでほぼリセ作業開始です。まずは枯れたキューバパールグラスを取り除きます。もうこれは廃棄ですね。もう正直キューバパールグラスを注水後に植えたんで低床の掃除ができなかったんですよね。キューバパールグラスって粘りがあんまり良くないみたいですぐ浮いてきちゃうんですよ。なんで慎重に扱った結果がこれです。で、おまけに
メンテナンス性最悪の流木もあったんで、水替えは毎日してたんですけど、糞とかゴミとかがいっぱい低床に溜まる結果になって苔が余計ひどくなったんだと思います。ガンガン抜いていきます。もうすごい汚れようですね。もうこれは苔が蔓延するのも当たり前ですね。で、適宜ゴミを吸い取りながら作業してます。ロタラも容赦なく抜いていきます。だいぶ根も張ってきたんですけど、もったいないですね。というわけで全部抜き終わりました。なんかこの世の終わりみたいな水の色してますけど、少ししたら落ち着きました。で、ここからさらに低床の掃除をして、以前問題点だったところを修正していきました。で、こんな感じになりました。気鉱石の微妙な配置換えとか、化粧砂にソイルが流出してた部分とか、厚く盛りすぎてた前側のソイルなどを修正しました。また前傾層と後傾層の区画分けと土砂崩れ防止のために気鉱石で仕切りを作りました。多分これでもソイル流れちゃうと思いますけど、で、比較はこんな感じです。せっかく植栽しやすいようにと思って敷いてたスーパーパウダーソイルもノーマルソイルと混ざって何の意味もなくなりましたね。で、下に敷いてたパワーサンドも出てきちゃって、もう作業中しっちゃかめっちゃかでした。続いてはロタラを植えていきます。半分くらいの長さに切ったおかげで量は半端ない数になりました。水草を多く入れて苔の発生を抑える算段です。以前立ち上げた時もそんなこと言ってた気がするんですけどね。で、全部植え終わりました。元はこんな色してたんですよね。もう前のはどっちがグリーンで腹かわからなくなるくらい黄色くなってましたから、今腹の方は上の方が水蒸用化してますね。その分安かったんで OK です。続いては引っこ抜いた水草の選別です。ロタラも新芽が出てきたんで他の水槽で増やしていこうかなと思ったんですけど、苔を持ち込むリスクの方が高そうだったんで泣く泣く廃棄することにしました。これとかもうなんかわからんでしょ。紐ですか？いえ、ロタラです。ストロギネレペンスとエキノドルステネレスは苔に侵食されてはいますけど元気に増えていってたんで、できるだけ洗って使えるやつを選別して植え直します。今回仕切りにした気鉱石を隠すような感じで配置していきます。以前は雑多な感じが自然感出ていいかなってバラバラに植えてたんですけど、やっぱりまとめて植えた方がいいなと思いました。ちゃんと育ってくれるといいんですけど。最後にエキノドルステネルスを反対側に植えて終了です。なかなか思い切った決断でしたけど、やってよかったです。あそこで粘って経過見ても良くならなそうだったんで。ただ前傾層のキューバパールグラスがなくなっちゃったんで、次回は秘密兵器を導入してみようと思います。うまくいくといいんですが。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。